おはよばー、お絵かき寄生植物のエヴァンマシロです。今回は紙会です。前に紙を描く時の考え方の動画を公開したんですが、概念とかそういうのはいいから具体的な方法を教えてほしいっていう声がそれはそこかしこからいただきましたので、今回はエヴァがやっている紙の描き方を超具体的に5ステップに分けて紹介していこうと思います。書いていくのは前回の紙動画に引き続き、紙といえばこの方、テイルレッドさんです。で、前回とは対照的にね、テイルレッドらしい元気な姿を描いていこうと思います。ね、春日歩先生のデザインがほんと素晴らしいからね、どう描いても良くなるね。ただスーツの腰のあたりがめちゃむずいです。ちなみにこちらのイラストは水沢ゆめ先生の次回の同人誌の表紙になる予定なので、そちらもぜひチェックしていただければと思います。色分けまだ終わった段階から紙の塗り方を解説していきます。エヴァは絵によって細かい表現を結構変えてたりするんだけど、大体よくやるパターンがあるんだよね。カレーって大体作り方一緒だけど、家によって結構味違ったりするじゃないですか。そんな感じで、エヴァがよくやる作り方をお伝えするので、宿主の絵柄に合わせてアレンジしたり、味付けとかトッピングとか変えていただければと。じゃあ早速、まずは一つ目。光源を設定する。何はなくとも、まずは光源ですね。今回は上からの光源を設定します。この光源に合わせて陰影を描いていくんですが、まずは紙以外のところも含めて影の全体感を捉えたいので、この全体に対して定酸で影を重ねます。このね、光が当たってるところを抜いていくような感じですね。光を描いていくっていう感覚に近いかな。コツとしては前の動画で説明した布的性質を踏まえて、大まかな立体の塊として考えていくようにしています。だからこの時点ではあんまりディティールを追わない感じです。上から光が当たるとすると、この青いところが影になるところです。5ステップの全部に言えることだけど、効果を引き出すためには構図とか線画の段階で、ある程度立体感を意識していく必要があるかなと思ってます。その立体としての、ある程度の正しさというか、狙いみたいなものかな。続いて2つ目は量感です。光源でできた影も量感の一種ではあるんだけど、ここをね、もう少し強調します。具体的には頭とか毛束の丸みを強調したり、あとは上から光が当たるということは、頭よりも足の方が暗くなるので、それを表現してあげます。宿主んちの部屋の壁とかも見てもらえればきっとわかると思うんだけど、光源からの距離によって同じ壁紙の白でも結構ね、明度差が出てると思うんですよね。そこら辺を意識してボケ足の大きいエアブラシで撫でていきます。わかるかな？髪色がね、グラデーションしてるからね、ちょっとわかりづらいかもしれないけど、頭のところの髪色の明度はちょっと持ち上がったと思います。明度上げたところをわかりやすくすると、こんな感じです。色を吸ってみた方がわかりやすいかな。注意点としては、レイヤーモードを定酸で影入れしていると、この影色ごとね、持ち上がっちゃうので、このレイヤーモードを通常にするか、ベースを上げた分、影色を下げるようにしています。強く光が当たるところは、影も強く出るという考え方ですね。3つ目は、凹凸です。全然関係ないけど、凹凸って感じ、こうしたくならない二つで一つ感すごいよね。両眼で大まかな形を捉えたので、徐々に細かい形を取っていきます。絵画とか彫刻とかと一緒です。全体から詳細に行く感じ。具体的には影の輪郭を整えたり、足したり、引いたりしました。場合によってはこの段階で2影を入れることもあります。ポイントとしては、紙の繊維方向を意識すると、割といい感じになる気がします。ここら辺からはね、結構やり込み要素というか、やろうと思えばいくらでもやり続けられる感じあるよね。カレーで言えば、煮込みフェーズです。100時間とか煮込んでるカレーあるよね。今回のイラストは、コクというよりはシャープな影が欲しかったので、煮込み時間は短めにしています。4つ目は質感です。透明感とか光沢感とか表面材質の表現を追加していきます。これね、コツがあります。基本の考え方は前回説明した紙にエンジェルリングが入る理由と繋がってると思っていて、ヘアラインって構造的に光を拾いやすいんですよね。
普通だったら点でハイライトが入るところがリング上に入ってるってことは、それだけいろんな角度からの光を拾っているという風に、捉えることもできるかなと思います。身近な例で言うと、サテン生地とか。あれが光ってるのは、ヘアラインと原理は一緒で、繊維方向を一方向に限定することで光沢感を出してるんですよね。なのでね、それを再現してあげるようにしています。この画像がわかりやすいかな。こんな感じでハイライトの横の影のエッジが少し暗くなって、反射光を拾って、底光りする感じ。これをやんわりと再現していくと、こんな感じです。青で囲ったところを暗くして、それ以外のところの明度を少し上げてます。だね、最近は割とマットな質感の塗りの方が流行ってる感じがするので、考え方の一例として捉えてもらえればいいかなと思います。5つ目は効果。もうこれはもうトッピングだね。トッピングです。カレーでいうところのチーズとか焼き野菜とか、そういう感じです。だここで化けるというかね、ここが勝負の人も結構いる気がするな。カレーがカツカレーになるのと似てる。いや、それは違うか。で、取り入れた完成イラストがこちらになります。エヴァはソフトライトレイヤーで青みの影を入れたり、遠近感を強調するために奥側のコントラストを落としたりしています。あとは毛を追加したり、色調補正をかけたりしてます。はい。ということでやっていきました。ちょっといろいろあったんでね、最後にまとめていきますか。まずは光源で光の向きを設定します。両間で形の大まかな立体を捉えたら、表面の凹凸を表現していきます。光沢などの質感を加えていって、効果を加えて色味を調整したら完成です。基本的には全体を整えてから細部に行くのがやりやすいとエヴァは思っていますが、絵描きの数だけ答えがあると思うので、描いてて楽しい描き方で描くのが結局一番いいんじゃないかなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。何かのお役に立てたなら、チャンネル登録、高評価をお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。カレーは飴色玉ねぎとマッシュルーム入れて、じゃがいもを入れないか後入れにするのがおすすめです。旨味が強くてエッジの効いた感じになります。これは一回試してみてほしい。